神楽七福をご視聴ありがとうございます。これから神の暗号というテーマで動画を制作していきます。古代の書物や神話、言霊、言葉の中に残された象徴や意味を手がかりに、そこに隠された暗号を読み解いていきます。時代を超えて伝えられてきた知恵やメッセージを探り、その本質に至るシリーズです。それではどうぞお楽しみください。この神社の天部光彦宮司によれば、鶴と亀に関しては、もう一つ重大な意味があり、それは氷炭だというのだ。この神社の別名である与謝野宮の久子は氷炭のこと。水などを入れる容器としての氷炭の上部が鶴で、下部が亀の暗号になっているという。この上下がくびれによってつながっている姿こそが、天、鶴と地、亀が合体した姿、つまり、氷炭そのものが宇宙の完成体を意味していることになります。鶴と亀で象徴される氷炭は、まさに蓋のついた壺である。言霊で言えば、この神社のこのもまた籠ではなく、子である、壺という字も、子と読むことができる。おそらく、古名である与謝野宮は、氷炭という名前の連想から壺を意識させながら、同音であるこの神社の名前として掲げたに違いない。この神社の極秘伝によると、神話に登場する亀はこの神社を、鶴は伊沢の宮を象徴すると言われています。ここで注目すべきは、表本宮と裏本宮の概念です。伊沢の宮は表本宮と呼ばれ、内宮下宮とともに表伊勢山の宮を形成しています。一方、この神社は裏本宮として、内宮と下宮の元伊勢でもあり、裏社格を持つ特別な神社なのです。この二社には共通の象徴があります。それが、かごめ門と呼ばれる六芒星の紋章です。この神社の絵馬には、六芒星の中に太陽と三日月が描かれており、古代から火付星と呼ばれる神聖な象徴として使われてきました。つまり、太陽と月と星を組み合わせることで、御代城と籠の目を表現しているのです。興味深いことに、この六芒星は世界的にはダビデの星とも呼ばれています。さらに日本の伝承では、弘法大師空海が残した暗号、かごめかごめの歌詞にも、鶴と亀が滑ったとあり、この象徴と結びついています。京都の興龍寺の境内には、寺よりも古い大酒神社があります。この神社は古代イスラエルの王ダビデ王を祀ると言われています。もともとは大酒神社と呼ばれ、略は開く、道を開くを意味します。この字と読みはダビデ王を暗示しているのです。やがて秦氏によって大酒神社として整えられましたが、名称にある避けるという字も昔の門構えの意味と重なり、神秘的な歴史を感じさせます。さらに日本や東アジアでは古くから氷炭にお酒を入れる風習がありました。酒は笹や氷炭に関連し、神社の儀式や祭祀と結びついていたのです。こうした象徴がこの神社や大酒神社、そして伊沢の宮に重なることで、日本古代の神秘を感じさせます。さて、かごめの歌にしてもお祭りにしても、私たちはこれまで表面的な解釈だけで満足してきました。しかし、祖先が残した真意はもっと深く、象徴や暗号にこそ本質が隠されています。鶴と亀という言葉も同じです。実はこれは剣、徳島の剣山を指しています。さらに音に返す言霊の法則では、亀はき、ぎと発音され、鶴亀、鶴木、剣、剣山という結びになるのです。剣山の山頂には鶴岩と亀岩があります。四国剣山の研究をされていた高根和則氏は、鶴亀岩の左側に塩方形、大薬型の岩があったと言われています。現在は行方不明になっている。
そのダイヤ型の岩の説明をしている映像、四国剣山検証学会高根和則氏があるのでご紹介します。剣山の山頂はなだらかで、木が大きく成長していない。そして、うずめた証拠を残すため、鶴と亀の石を印とした。この剣山の問題が出ますが、これは小犬の石で、そのために剣山頂に、剣石と亀石があるわけ。ね。それはこの聖書の中に書いてあります、汝下記修正子羊の子犬の石に、振る舞いに招かれたものは幸いないと。これを立証しているのが剣山頂の八剣というところに、今剣がね、実はこの首がなくなっちゃった。ね。1000年の間ということでできてましたから、それで、この下に亀石があるんです。それで、ここに、実は私の父が取り除きました、このひし形の、ダイヤモンドの石が3枚重なって置いてあった。これ実は今の馬岡軍師さんにお聞きしたんですが、私の父が神社に預けたことになってるんですが、実はこれがどうしても見当たらないんです。これは3月3日のひな祭りの時のひし餅ですから。ですからこの一番上はもうね、噴火してまして非常に傷んでたんですが、2枚目、ね、と3枚目は非常に綺麗に磨かれた石で、3枚の組石だ。これが釣り神社に預けたんですけども、これをだから宮司に今言ってるんですが、どっかにあるはずだ。これは本当は非常に、この釣りさんの証しをするときの、重要な証拠物件なんです。ね。鶴と亀がいるというのは、実は、このことのためで、中国から来たものではないということ。この本体が剣山にある以上、ね。中国の伝説から来たものでないことだけは断言できるわけ。なぜならば、これ剣山というのは今から2000年、ね、2200年から300年前に剣山が、仕組みがなされています。この剣の本をなぜつけたかわかりますか？杖は英語で剣です。この剣と、この剣を一致させるためなの。すなわち、アロンの杖が、信仰が、剣山頂に埋葬ね、されている証のために剣山という山の名前がついてる。ここまで深く掘り下げて、我々の祖先が民族の歴史というものを構成してきているわけです。だから表面だけから見たら絶対に日本の古事記というものは解き得ないという。だからここに妊娠していることは明らかでしょ。こういうふうな、ね、交尾があるということはそれは妊娠を意味しますから、ね、剣山頂に神宝が埋蔵されている証というのはすでにその聖書と古事記によって完全に一致をしている。動画で説明されていた鶴と亀今の横にあったひし形の意味とは何を表しているのでしょうか。そして旧約聖書に登場する人物で預言者モーセの兄であるアロンの杖の神宝が剣山頂に埋葬されているとも言っていた。それはどういうことなのか。今から約2300年前にその仕掛けがなされたという。カゴの中の鳥とは鶴を意味します。この神社に伝わる浦島太郎伝説では、最後に浦島太郎は鶴になって飛び去ります。つまりカゴの中の鳥、鶴亀、婚姻や生命の循環を象徴しているのです。さらに八咫烏の伝承によれば、この神社と伊沢宮は阿吽の関係にあります。アルファ、ウン、オメガ。イエス・キリストが私はアルファでありオメガであると語ったのと同じです。
言い換えれば亀と鶴、この神社と伊沢宮、アウン、アルファとオメガ、イエス・キリスト。浦島太郎の物語は亀で始まり鶴で終わる。まさにイエス・キリストの生涯と象徴的に重なるのです。そして日本の文化ではこの象徴は日常の縁起物にも現れます。高崎だるまは今から200年以上前に作られ、眉毛は鶴、鼻から口ひげは亀で表現されています。縁起の良いこの2つの動物を顔に表すことで幸福と長寿を願ったのです。だるまの目を入れる行為は開眼と呼ばれ、これは文字通り心の目の開眼を意味します。高崎だるまでは左目から入れるのが基本です。これもまた古代から受け継がれる象徴と神秘の知恵に根ざしています。願い事をするとき左目、願いが叶ったとき右目という順序が広く知られています。左、物事の始まり、右、完成結果という考え方があるためです。このだるまの鶴と亀は天地を表します。河原、生命の木では天から地、上から下へディセンションを表します。前回の動画で説明していますが、江戸後期1872年、細田富信は古事記に見られる宇宙の構造を神代政子と常盤草に記した。イザナキとイザナミの国海の図では逆さまのひょうたんが描かれています。なぜ逆さまなのか。それは宇宙の真実が逆さまだからです。上の天上の世界は高天の原です。真ん中の人間界は足原の中津国です。下の死者の地下世界は読み、ヨーロッパの国です。カバラの思想では世界は天から地へ流れ出てくると考えられています。つまり宇宙の根源である神、無限の存在からエネルギーや意識が段階的に降りてきて世界が作られるという考えです。この流れはカバラでアインソフ、無限の神から始まり、10のセフィロトという段階を通って最後に物質世界へと到達します。普通の木は根が地面、枝が空へ広がるですが、生命の木は象徴的に根が天、神の世界、枝が地上、物質世界という形で考えられます。そのため天に根を持つ木として逆さの木のイメージで表されるのです。しかし人間の立場から見ると逆になります。人間は一番下のセフィラであるマルクト、物質世界に存在しています。そこから精神を高めて上へ向かうため、人間の成長の道は地から天、つまり物質世界から意識を高め、神の世界へ戻っていくという精神の上昇の道です。ひょうたんは下の球、地、亀、大地、根源、くびれ、境界、通路、世界を行き来する場所。上の球、天、鶴、霊的世界。この象徴では亀、地の存在、鶴、天に昇る存在という対比になります。つまりこれはひょうたんの絵ではなく、宇宙の構造そのものを図示したものです。浦島太郎の結末は単なる昔話ではありません。それは現代の私たちが歩むべき魂の次元上昇のロードマップです。浦島太郎として伝わる話の型が定まったのは、室町時代に成立した短編物語、おとぎ草子が記す。浦島太郎は竜宮城黄泉の国から帰ってきて、元の浜に着き、老人に浦島太郎の父の行方を尋ねるが、それは700年も昔の人で、近くにある古い塚がその墓だと教えられる。竜宮城の3年の間に地上では700年もの年月が経っていたのであった。
絶望した太郎が箱を開けると、三筋の紫の雲が立ち上り、太郎はたちまち老人になった。そして太郎は鶴になり、蓬莱山、富士山へ向かって飛び去った。同時に乙姫も亀になって蓬莱山へ向かった。丹後では太郎と乙姫は夫婦の明神となって祀られたとあります。乙木造詞における三筋の白い煙は、仏教や神道において3は完成や神聖さを表す数字です。キリスト教では三位一体があります。太郎が変身を遂げるための神聖な儀式としての予兆です。この白い煙は地上の肉体を一度リセットし、天高く舞い上がる鶴へと昇華させるためのエネルギーのような役割を果たしています。紫の雲として描写されることもあり、水の青と火の赤を統合すると紫になります。太郎はこの煙を浴びて鶴になり、蓬莱山、不老不死の桃源郷へと飛び去り、亀、乙姫と再会して富士山で婚姻し、夫婦明神として祀られるハッピーエンドとして描かれています。すなわち富士山で鶴亀、天地の統合を意味します。十宮乙姫は水、お亀、女性、亀、地の存在、青、浦島太郎は火、ひょっとこ、男性、鶴、天の存在、赤。西に象徴される黄泉、ヨーロッパは物質と知の世界への下降。東に象徴される常世、芦原の中津国は霊性との出会いと統合の場。この2つをくぐり抜けた存在だけが玉手箱というアーク、心法を開き変容を遂げる。その結果として現れるのが鶴、天と亀、地という対極の統合である。両者が富士山で重なることは統合と婚姻、すなわち天地の合一を意味する。そしてその合一の先に生まれるのが過去の価値観を超えた新たな光、新しい太陽の象徴である。それは西の物質文明を超え、東の霊性と融合した先に現れる新しい時代の夜明けを示している。すなわち鶴と亀が滑るとは対立を超えた統合の完成であり、新たな創造の始まりを意味しているのである。二見沖玉神社では毎年夏至祭が行われている。夏至祭では早朝3時半より祭事が始まり、2つの夫婦岩の間から昇る朝日を日の大神として拝む。その太陽は富士山の上に昇るように見えるとされる。参拝者は夫婦岩の間に向かい、両手でひし形を作り、その形の中から太陽を拝む。この行為は陰と陽の統合の間のベシカパイシスを形作っている。ベシカパイシスの説明はこちらの動画で説明しています。その形として四国に暗号を残したのです。剣山の山頂は第三の目のような形が作られている。四国剣山検証学会の高根和則氏は、四国の地形そのものが歴史上雨のうずめの御事として表された女性的存在を象徴していると説いている。その中で剣山の位置は人体に見立てると耳にあたる場所にあり、左右の耳を結んだ中央、すなわち脳の中心には第三の目とも呼ばれる小果体が存在する。この小果体は右脳と左脳の中心に位置し、統合の象徴ともいえるベシカパイシスを表します。